結局ピュアキュン最強。刺激とはまた違う心臓をわしづかみにされるあの感覚。2025年最高に笑顔にしてくれた神作品を振り返ります。こんにちは、K です。前回は2025年の私的ベスト5と心に刺さった刺激的なシーンを中心に振り返りました。今回はその第3弾、2025年に放送された BL ドラマの中からニコニコが止まらなかったピュアキュンの極み作品を語っていきます。1作目はこれを語らずにはいられません。40までにしたい10のこと。これはもう毎週感想動画を作ってしまうほど毎話キュンキュンするシーンが目白押しの作品でした。特に第1話、原作ファンとして完全に心をつかまれました。すずめさんが作ったリストをケイシに見つかり、俺と一緒にやりませんかという流れからのあなたのこと余裕で抱けますというあのセリフ。この時点ではドラマ全体が刺激的な方向に行くのか、それともピュアキュン路線で行くのか、正直まだ読めない部分もありました。でも結果としては最後までしっかりキュンキュンさせてくれる流れ。大人の話なのにトータルでとてもピュアで毎週ニコニコして見てしまう展開でした。終盤は少し重たい展開もありましたが、それを超えた先で最後は2人の可愛さが一気に爆発していました。以前私のお気に入りシーンベスト3を発表しましたが、第3位は最終話のキスシーン。紆余曲折を経て2人がきちんと気持ちを確かめ合ってからのあの可愛いキスは本当に印象的でした。第2位は酔って寝不足のすずめさんがベンチで眠ってしまい、ケイシが本音を吐露しながら手をつなぐシーン。これはもう文句なしにキュンです。そして私の第1位はやはり第1話のあなたのこと余裕で抱けます。これはあまりにも強すぎました。この一言から始まった2人の物語が40歳を目前にしたすずめさんの揺らぎや迷い、大人だからこそ踏み込めない心理描写までとても丁寧に描かれていきます。すずめさん役の風間くんは表情一つにベテランの風格がありつつ、それでいてひたすら可愛いという奇跡的なキャスティングでした。ケイシ役の庄司くんも年の差ゆえの自信のなさや強気に見えて実は無理をしている戸惑いや迷いをとても繊細な表情とお芝居で見せてくれていて、最初から最後まで目が離せませんでした。間もなく円盤も発売されますね。すでに予約された方もいらっしゃるでしょうか。年末年始の特別版で未公開シーンが含まれていたのもお得感があって嬉しかったです。このドラマは原作漫画、BLCD、そして実写ドラマ、どの媒体でも私の大のお気に入りになった特別な作品でした。2作目は雨上がりの僕らについて。こちらもピュアな2人の関係性に心がすっと現れるような作品でした。学生時代同性愛者であることを隠し恋を諦めてきた社会人奏慎一郎。彼が雨宿りに立ち寄った喫茶店で高校時代の親友であり、ずっと片思いをしていた相手真城康介と偶然再会するところから物語は始まります。6年ぶりの再会をきっかけに止まっていた時間が少しずつ動き出していく、そんな心温まるストーリーでした。過去と向き合いながら時にはすれ違い傷つけ合い、それでも不器用に愛し合っていく2人。どう距離を縮めていけばいいのか、家族や周囲との関係に悩みながら迷いや戸惑いの中で2人の気持ちは少しずつでも確かに強くなっていきます。高校時代の思いを引きずったまま大人になった2人が手探りで関係を築いていく姿はとてもピュアでどこか可愛らしくて静かに寄り添うように進んでいく物語だからこそ、見終わった後心に優しい余韻が残る作品でした。3作目は修学旅行で仲良くないグループに入りました。まさにピュアキュンの極み。そしてさすが小説原作のドラマだなと感じさせてくれた作品でした。感情の機微がとても繊細に描かれていて、そこにこそ小説原作ならではの醍醐味がありますよね。高校2年生の6月、クラス替え直後でまだクラスに馴染めていない日置が修学旅行の半決めで中学が同じだった堀田に声をかけられ、いわゆるイケメン四天王と呼ばれる仲良くないグループに入ることになったところから物語は始まります。でも日置をグループに誘ったのは堀田ではなく
渡来でした。修学旅行の期間中、渡来は何かと日置を気にかけ、さりげなく優しく接してくれます。その関係は修学旅行の後も続き、夏休み、秋の文化祭と学校行事を一緒に過ごす中で、2人の距離は少しずつでも確実に近づいていきます。渡来が日置のことを好きだという気持ち、そしてその思いを受け止めていく日置の心情、どちらもとても丁寧に描かれていて、ことあるごとにキュンキュンしてしまうシーンの連続に心がすっと現れるようでした。普通の男子である日置がイケメン四天王の中で学校生活を楽しんでいる姿も微笑ましく、2人をそっと見守る残りの3人や日置の他のクラスの友達、部活の仲間まで、とにかく優しい世界が広がっています。ドラマの最終回を迎えた後、原作小説を読みました。会話が多く比較的ライトに読める作品ですが、物語の大半は日置視点で進み、ところどころに渡来視点のエピソードが挟まれる構成になっています。小説原作ならではの楽しさだなと感じるのは、文字を追っているだけでドラマで見たキャストたちが自然と脳内で動き出すところなんですよね。そこにドラマでは描かれなかった背景や心情が少しずつ補足されていく感覚があって、同じ物語をもう一度深く味わえます。特に原作では日置が渡来のことをいろんな場面で可愛いと感じているのがすごく丁寧に描かれています。それを知った上でドラマを見返すと、ふとした表情や間の取り方が少しだけ違って見えてくるんですよね。それに日置のバドミントン部の友達辻谷のフルネームが辻谷ライアって言うんだと新たな発見でニコニコしてしまったり、 FOD 限定のアフターストーリーはもうご覧になりましたか？前後編で描かれたエピソードはもちろん原作にもありますし、ここを切り取って映像化してくれたんだと嬉しくなるポイントがたくさんありました。両思いになった2人のその後や日置から積極的にキスをする場面、渡来が日置の家に泊まるエピソードなど、原作ではさらに丁寧に描かれています。まだ原作を読んでいない方には渡来の元カノエピソードや、それで日置が渡来の家に行くエピソードなど、ドラマでは見られなかったエピソードも含めて、ぜひもう一度この世界を楽しんでみてほしいなと思います。キャスト陣が脳内で再生される小説ならではの別の楽しみ方が待っています。いずれまた小説原作のドラマ特集もできたらいいなと思っています。よろしければチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。2025年は他にもたくみくんシリーズや続 BL ドラマの主演になりましたパンクストライアングルといったピュアキュン作品も印象に残る1年でした。皆さんの心をわしづかみにした作品はどれでしたか？どの作品のどのシーンで一番ニコニコしていましたか？よろしければぜひコメントで教えてください。間もなく始まる親友の同棲してにうんって言うまで、こちらもピュアキュン確定の作品になるので今から楽しみですよね。刺激的な作品やシーンに強く惹かれることもありますが、こうして振り返ってみるとやっぱりピュアキュンって最強だなと思います。気持ちが少しずつ追いついていく過程を見せてもらえること、ドキドキより安心、驚きより余韻、そういう瞬間が BL でしかキュンを摂取できない私にとってはずっと心に残る作品との出会いなんだなと感じました。ピュアキュン作品の良さはきっと安心して気持ちを預けられるところにあるんですよね。大きな展開や強い刺激がなくても、目線一つや間の取り方、そうした小さな積み重ねの中で、あ、今この2人はちゃんと通じ合ってるなと感じられる瞬間があって、ほんの些細なところで思わずキュンとしてしまう。それを見せてもらえると見ているこちらまで呼吸が整うというか、静かに心が満たされていく気がします。だからこそこういうピュアキュン作品は何度も見返したくなるし、時間が経ってからもふと思い出してまたキュンを浴びたくなるんですよね。そこには役者さんたちの繊細なお芝居が大きく支えている部分もあると思います。今年もたくさんのピュアキュン作品に出会えますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。